こんにちは、加藤です。前回の動画に引き続いて、今日も山の下港タワー6階から見下ろした風景をスケッチしていきたいと思います。前回と違うのはサインペンではなくて鉛筆を使っています。今日はユニの 6B1 本で描いていきます。この場所を選んだわけなんですが、屋根を街並みの折り重なるようにひしめき合う街並みの屋根を、不揃いな形で、整然と整列していない不揃いな屋根の形の羅列を絵にしてみようかなと思ってここを選びました。結構遠い、円形ですとそこまでは見渡せないというかはっきりしないんですけど、ちょうどね真下眼下に見下ろす民家の屋根の形っていうのが、微妙にこうずれているんですよね。製図でパースの練習なんかをし始めた時に、その路地に沿って道の区画に沿って、直角に、平行に建物が並んでいるっていうのは非常に描きやすいと思うんですけれども、そこをあえて不揃いなバラバラな向きに、建物のこう屋根の形が並んでいる、そういうなんかみんな勝手に、自分の家はこっち向きこっち向きっていう風に、好き勝手に向きを決めて、それで家が並んでる感じっていうのが何か、バラバラな中にも秩序があるような、そんな面白さ出せるんじゃないかなと思ってこの場所を描いてみようと思いました。なので、道もそうですし屋根の、形向きもそうなんですけれども、何かこう揃っていそうで揃っていない感じ、道に平行に建物を建ってたりすること多いんですけれども、それだけじゃなくてね、ちょっと斜め向いてる、どういう事情でそんな向きにしたのかはちょっとわからないですけれども、皆がそれぞれ点でバラバラに、ちょっとずつずれた傾きの屋根向きをかけたら面白いかなというのが、この俯瞰で上から見下ろした屋根の集まりを描こうと思った理由です。そこでターゲットを絞ったのがこの交差点、道が二股に分かれている交差点がこの今屋根を描いている建物の右側にあるんですけど、このちょうど角にある古い民家、このね屋根、瓦屋根なんですけれども、1軒2軒3軒、同じ家で増築したのかなと思われる屋根がね3つ4つ、密集してるんですね。でその密集具合がちょっとずつずれて立っているのが面白くて、ここを描き始めたわけです。でよくどこから描き始めたらいいんですかという、風景とか建物にかかわらずどんなものでも描き始める場所とか、そのコツみたいなものを聞かれることが多いんですが、私は今ここでやっているように、エスキースどんな絵にしようかなって現場でするスケッチはエスキース、つまり、絵の元になる構想図、どんな絵にしようかなっていう構想を書き留める、そういった役割を持った、スケッチなんですけれども、そういったどんな絵にしようかっていう核になる部分を決めるために手を動かす場合は、私は興味を持った、つまり絵の主役になるところから、もしくは、主題になる核になる部分から書き始めることが、その自分が感じたことを書き留めるっていう意味では、直接的でいいかなと思っています。もちろん構図を考えたりバランスを考えたりしたら、その構図バランスが狂わないように、合理的にというかですね、ここから書き始めると形狂いにくいですよ、そういったコツとかあるとは思うんですが、あまりその
上手に書くことに主眼を置いた書き方、書き始め方だけではなくて、主観的な自分が何をどう感じたか、何を絵にしようと思ったのかっていうことに、集中して、描き始める場所もそうですし、あとは何を、手間かけるのか、短い限られた時間の中で何を書いて、何は省略するのか、書かずに終えてもいいかって思えるのか、そうやってスケッチを、捉えた時にやっぱり面白いと思ったところ、書きたいと思ったところから手をつける。で、少しくらい形が変になったりバランスが崩れたりしてもいいじゃないですか。それよりも何を書き留めようとしたのかっていう自分の記憶に留める。写真ではどうしてもシャッターを切った瞬間に忘れてしまう、自分がその時何を感じたのかっていうことがすり抜けていっちゃう気がするんですね。そんなわけで、クロッキーだったり現場でのスケッチに関して言えば、私はもう直接的に私はこれを見た、ここを絵にしたいと思ったっていうところから、手をつけ始めることをお勧めしています。なので、時間切れで描けなくなったっていう場所結構出てくると思うんですが、それって自分にとっての重要度がそんなに高くなかった場所、そんな場所が、後回しにされて、そしていいかって言って書き終わらなくても、スルーされてしまう場所になると。そうは言ってもですね、やっぱり絵を描く、習性を持った人は無意識のうちにバランスを取ろうとするんですね。どこを描いて次どこを描いて、描いていく順番を、自分なりに画面上のバランスを見ながら、今回の例で言うと中心から描き始めて、左の建物、そしてその下の建物で、その下の屋根っていう風に左下に描こうとする図像が流れてきてますよね。そんな風に何か水が、川の流れもそうなんですけど、なんかちょうどいい方向性というか動きみたいなものって無意識のうちに作者が感じ取っていて、でその水が低い方に流れるように、形がどっち向きにどんな風に増殖していったら形作られていったらバランスがいいか心地いいかっていうのを無意識に感じ取りながら手を動かしている気がします。なので一見無秩序のような、手当たり次第目についたところをなぞっていくっていう行為は、その通りなんですけれども、実はそんな中にも何かしらこちらの方に形をつなげていこう、次はこっちを描いてみようっていうような、画面の全体をなんとなく認識しつつ、手を動かす描こうとする対象を、見る場所を移動していっています。今ひとまとまりの建物がある程度描けたので、ちょっとその道路に戻ってきたところです。で、道路の輪郭を描けばいいと思うと思うんですが、それ以前にまずこの標識ですね、路上に書かれている止まれの文字に何か惹かれて、今この瞬間で書き留めといた方がいいなと思う、それがこの止まれのレの文字です。道路の脇の歩道の形とかどっちに伸びていくっていう全体像よりも、ディティールの一部、止まれのレの文字を先に書いといた方がいいかなと。こんな風に現場での野外でのスケッチ、今回野外じゃないですけどにおいては、特にいつ雨が降ってくるか分かんないとか、書けなくなるかもしれないっていう、結構なんて言うんでしょう、せっつかれている、時間に押されているような心理状態で、早めに大事なところだけは書き留めて、もしトラブルがあっても、そこで終わりにしても、けりがつくようにしたいっていう、心理がどっかに働くんですね。なので重要度の高いところっていうふうに選択しながら、決断しながら、形を捉えていっています。焦りながら
スケッチではね、野外のスケッチでは常に焦りながら手を動かしているっていう、心持ちになっています。ここへ来て電柱に着手し始めました。電柱を描くにあたってグレーの棒が立ってるわけなんですけれども、それに巻きつくようにして何か強い太い黒い配線、地上に伸びる、上から下に伸びるなんか太くて黒い配線みたいなのが蛇が巻きつくような形で曲線を持ってこう絡みつく感じに見えていたんですね。でその形状が面白いなと思ってそこから手をつけ始めました。そんな風にどういうんでしょうね、こう上手に描こうと思うと、シンボルを描いてそれに対して平行になってみたいな手順にもなりがちだと思うんですが、私はそこをあえて、興味を持った目についたちょっと特徴が他に比べて異質だなって感じるような、できるだけ自分がどう感じたからっていうところに着目した、優先順位、それから、手をつける、順番ですね。手をつける順番だったり、あとはその、重要度、重要度の高いところは無意識のうちに筆圧が強くなりがちなんですけれども、そういうのを意識しています。後で見返した時に自分がその場で何を感じたかが自分自身が分かるようにしたいっていうのが、主たる目的になります。なのであんまりこう人に見せてどうこうって言われることを想定してないんですね。だから、変なになっちゃったり形が狂ったりしても、あんまり人にね見せるもんじゃないからっていうところで割り切って開き直って、手を動かしていく、そんな風な作業になります。はい、今書いてるのは向こうに見える横断歩道、ちょうどこう交差点になっていて、向こうの道路にやってきた車が、ここで一旦止まって横断歩道の渡る人をね待ちますよっていう、その停止線のあたりを今書いているところです。手前の止まれ、停止線に比べて、奥にある横断歩道、それから中央線、停止線に関しては気持ち筆圧を弱くして書いています。これいつも言ってることなんですけど、あえて私が 6B とかそういった柔らかい鉛筆でスケッチする理由っていうのは、この鉛筆を持ち替えなくても筆圧のコントロールだけで手前と奥とのその強さ弱さを書き分けることが比較的しやすいんですね。今また電柱を、そして電柱を押さえているワイヤーみたいなのを書いていますが、手前の、左下の電柱に比べて若干弱めに、手を動かしているのが見て取れると思います。はい、今停止線書きましたけど、手前の停止線に対して奥の停止線は少しね、弱め。ただ形の面で言うとこれ、パースがね逆になってるんですね。手前の止まれって書いてあるところの、水平に近い停止線と奥側の停止線では若干角度が逆パース、手前に向けて奥の方なのに角度がね水平に近くない、少し立ち上がったような角度になっています。ただこういった無意識のうちに描いてしまった形が変になっていた、歪んでいたっていう時でも頓着せずにその次描くべきところに気持ちを切り替えています。常にうまくいかないっていうことの連続だと思うんですね。そうじゃなかった、いやこんなするはずじゃなかった、こんな線引きたかったんじゃないっていうのを、うまくいかなかった線を、受け入れてというか諦めて、すぐにその次書くべきところに意識を向けていく、そんな風な、クロッキーもそうなんですけども、素早く次に意識を切り替えて、前失敗したところ、今失敗したところに、はまらないというかとらわれないで、次を見る、そんな風な、書きながらその先を見て、うまくいかなかったところにとどまらないっていうのが、こういった、
スケッチ、早書き、クロッキーしていく上で大事な心持ちかと思います。どうしても慣れないと、失敗したって思った瞬間に直したくなっちゃうんですよね。長い時間をかけて、きっちり形を直す、捉えるっていうデッサンのみ長く続けてきた人は、修正的に失敗したっていう瞬間に直したくなる気持ちってよくわかるんですけど、こういった、もう時間が取り戻せないというか、今ここで書き留めないと後からできないっていうような、クロッキースケッチの類に関しては、それよりも形を直すことよりも大事なことがあるかなと思っています。はい、今面白いところを書いています。わかりますでしょうか？実際にはありえないパース、つまり、建物の右側から見ているにもかかわらず、建物が左下がりになっている屋根なんですね。これ、パースを習った人であればよくわかると思うんですが、自分に近い方が手前っていうことは画面の下に来る。自分より遠くなると画面の上に来る。そうやって考えると、この屋根の、三角の部分が左下がりになることっていうのはありえない。そういう歪んだ形を今描いてるんですね。で、この画面の端っこに来ると、そういった歪みがね、出やすいっていうのは皆さんもなんとなく経験から理解していると思います。写真を撮った時に、フレームの左端、右端、一番ギリギリのあたりって、例えば見上げて写真を撮った時は上が狭くパースがついていたり、見下ろして写真を撮った時は下が狭く垂直線がですね見えていたりする。それと一緒で、水平線も、なんて言うんでしょう、水平、地面に対して平行なラインっていうのも若干歪んで感じられることがあります。そういったのに、言ってみれば目の錯覚なんですけれども、画面の端、建物の並んでいる端っこの建物を描く際に形を、歪んだ感じに、錯覚したように形を捉えているのがこの左下の三角屋根の建物、左下がりの逆パースになっている形状です。これ自分でもね、変だなというか、正確な形ではないなと感じつつも、その歪んでしまった、主観があるじゃないですか。自分がそう感じ取った、そんな風な見える気がしたっていう、そっちを重視してスケッチするとこういう結果になります。形重視の正確さ重視ではないスケッチっていうのは、こういった歪みが出てくる面白さもあると思います。さあ、今中継から円形にかけての建物を描いているんですけれども、ご覧になっている方、何か気づくところありますでしょうか？わかりますかね？ちょっと筆圧が強くなってきていること。これはですね、ここまで結構しっかりと見て感じて、ゆっくりと捉えながら描いてきたその見方がですね、ちょっと雑になってきてるんですね。そろそろ仕上げたいという気持ちが強く働いて、言ってみればあまりよく見ていないというか、しっかり感じ取っていないけど手だけ動いている、そういった状況になると無駄に筆圧が上がってきている。